天才詐欺師フランク・アバグネイルをご存知だろうか。この男、なんとわずか16歳で詐欺を始め、5年間で稼いだ額はなんと40億円。世界中を騙した大胆かつ鮮やかな手口とは。はい、どうも、ごめんなさい、ごめんなさい、キャラちゃんです。今日2回どうも、やみやみこです。はい、というわけでですね、桜が散ってますよ。桜散ってるわね。桜舞い散るやみこ。帰んないで、帰んないで、帰んないで。ほら、やめろ、暴力はやめろ、お前。はい、というわけでですね、今回はね、天才アバグネイルについてご紹介していきたいと思います。世界を股にかけ、5年で40億円も騙し取った天才詐欺師。思わず感心すらしてしまう鮮やかすぎるその手口とは。天才詐欺師誕生。詐欺師のフランク・アバグネイルはまさに天才だったんです。彼の経歴は1980年に出版された自伝小説 Catch Me If You Can をもとに2002年に映画化されているんです。その制作陣は超豪華。監督はスティーブン・スピルバーグが務め、フランク・アバグネイル役はレオナルド・ディカプリオ、彼を追う FBI 捜査官はトム・ハンクスが演じたんです。そしてこの映画は数々の賞を受賞。それほどこのフランク・アバグネイルの人生は魅力に包まれたものだったんです。では一体彼はどんな詐欺師だったのでしょうか。その特徴は一言で言うならば大胆。ある時期彼は弁護士になりすましていたんです。通常弁護士といえばトップクラスの学歴が必要なんですが、なんと彼は偽の成績証明書を作り、ハーバード大学卒業の学歴を手に入れてしまったんです。その後弁護士の資格を取得するのですが、その時の彼の年齢はなんとわずか19歳。弁護士どころか大学を卒業する年齢でもなかったんです。この他にもフランクは数々の大胆な詐欺を行い、天才詐欺師と呼ばれるようになるんですが、そのルーツは彼の少年時代にあったんです。天才詐欺師の生い立ちとはどのようなものだったのでしょうか。1948年4月27日、フランクはニューヨーク州ウェストチェスター郡で生まれました。4人兄弟だったんですが、父が経営者だったためとても裕福に育ちました。生まれてからずっと何不自由ない暮らしを満喫していたフランクですが、ある日彼の人生が一変する出来事が起こるんです。それは彼が16歳の時でした。学校の授業を終えて帰宅しようとすると、なぜか父と兄が迎えに来たんです。珍しい出来事に戸惑うフランク。そしてそのままなんと家庭裁判所に連れて行かれたんです。そこで裁判官によってある衝撃的なことを告げられたんです。それは両親の離婚。急な出来事にパニックになるも落ち着く間もないまま、裁判官に彼の今後の人生を決定づける非常に重要な質問をされるんです。両親のどちらと一緒に暮らしますか？突如提示された究極の2択。しかも考えるのに与えられた時間はわずか10分という中で、フランクは追い込まれていくんです。彼は両親に助けを求めたんですが、なんと両親はロビーに出たまま声もかけず目も合わせなかったというのです。そこで彼は両親にとって自分は必要とされていないのだと痛感。すぐさま裁判所を飛び出し、そのまま家を出てってしまったんです。ちなみに離婚の理由は母が父の友人と付き合っていたというものだったんです。どうでもいいな。こうしてフランクは幼くして一人で生きていく運命を背負わされたんです。その時の年齢は若干16歳。当然生活費も自分で稼ぐしかありません。そこで彼はもともと父のお店で配達の手伝いをしていた経験を生かし、配達の求人に応募。しかし採用はされたんですが、当時16歳だった彼の給料は非常に安く、なんと時給は約 1.5 ドルだったそうなんです。日本円に換算すると約160円なんです。もうバカ！もうすぐやめろ。こうして非常に貧しい生活に苦しむことになったフランク。もともと裕福な家庭で育ってきた彼に、この貧乏生活は当然耐えられるものではなかったんです。この現状を打開する策を模索するも、16歳の男の子に一体何ができるのか。追い込まれたフランク。そして彼が唯一見出せた巧妙。それが詐欺だったんです。実はフランクは以前にほんの出来心で女性とのデート費用を得るために自分の父親を騙して金をせしめていたんです。当時の詐欺は彼にとっては思春期の男の子がよくやってしまうようなちょっとした悪さと同じ感覚だったのかもしれません。手口はこのようなものだったんです。父親はフランクがアルバイトに通勤するためのガソリンを自分で購入できるように小切手を彼に渡していたんですが、この小切手でタイヤやバッテリーなど車関係のものを買い、それらを返品することで現金を手に入れるというものだったんです。その額はなんと数千ドルにも及んでいたといいます。この時の経験からフランクは貧乏生活から抜け出す活路を詐欺に見出してしまったんです。こうして彼は生きていくため天才詐欺師としての第一歩を踏み出すことになってしまうのでした。いや、16歳で一人ってもう私が養ってあげたいぐらい。ありがた迷惑。Catch Me If You Can。
詐欺でお金を得るにあたってフランクが目をつけたのは自分の年齢でした。アルバイトで最低賃金しかもらえないのは16歳という年齢が原因なんです。そこで彼は年齢を詐称することにしたんです。そしてここでも彼の大胆さが遺憾なく発揮されます。通常年齢を偽るといえば1歳や2歳ぐらいのものなんですが、天才詐欺師はそんな肝っ玉の小さいことはしないんです。彼はなんと10歳も偽り自分を26歳にしたんです。一見無謀にも思えるんですが、身長が約180センチ以上もあり、髪が銀色であったためあまり不自然ではなかったようなんです。さらに彼は26歳として新しく運転免許証を発行してしまうんです。このように大胆でありながらも抜かりのないのがフランクのやり方だったんです。こうして年齢の詐称に成功したフランクは見事給料を増額させたんです。とはいえ彼がありつけた仕事はアルバイト。給料は10ドルにも満たない金額で、依然として貧困生活からは抜け出せていなかったんです。そこで彼は再び詐欺を行う決心をします。次のアイデアは父を騙した経験から得たもの、小切手詐欺でした。そしてこれをきっかけにフランクは世界を股にかける天才詐欺師になっていくんです。その手口は実に鮮やか。まず自分の口座に残高がないにもかかわらず小切手を書くんです。そしてそれを換金。しかし期日になれば銀行から請求が来てしまいます。そうなればもうこの手は使えません。しかし彼は何度も口座を新しく作り直すことでほぼ無限に小切手を現金に換金し続けたんです。そしてその度に毎回身分証明書を偽造しました。さらに自分の銀行口座の預金入金表の番号を書き換えるという詐欺も行ったんです。これは一体どういうことでしょうか。実はこの詐欺、他の人が小切手で支払いを行うとそのお金が彼の口座に振り込まれるようになるんです。詐欺を行うたびに彼の腕は洗練されていき、銀行がその犯行に気づいた時にはなんと彼は4万ドルを手に入れたそうなんです。ですがフランクの人生はここから泥沼に入り込んでいくことに。銀行にバレたことをいち早く察知したフランクは逃亡生活を余儀なくされました。さらに移住しても一箇所に留まるのは非常に危険だと判断。そこで彼が考えた打開策は我々の想像のはるか上を行くものだったんです。それはパイロットになること。この仕事は世界各国を飛び回るわけですから、逃亡生活を送る上で非常に都合が良かったんです。ですが一体どうやってパイロットになったのか。まずフランクが標的にしたのはアメリカで最も有名な航空会社であるパンナム航空。そして今回の作戦の初手は制服の調達でした。一見非常に難しそうなんですが、天才すぎるフランクはあっさり入手してしまうんです。その手口とは、まずパンナム航空に電話をしてサンフランシスコ支部のジョン・ブラック副操縦士という嘘の身分を名乗ります。そしてこのように話をしました。クリーニング中に制服が盗まれた。フライトまで時間がないから早急に手配してほしい。こんなやり方の詐欺は過去にないため、航空会社は何も疑うこともなく制服を手配してしまったんです。制服を着用しさえすればあとは非常に簡単でした。航空会社の従業員の特権として従業員用のシートであれば無料で飛行機に乗れるという制度があったため、パイロットの制服を着た彼は疑われることもなくあっさり飛行機に乗ることができたんです。この手口でフランクは何度もパイロットとして飛行機に搭乗し世界中を飛び回りました。彼は16歳から18歳までの2年間をパイロットとして活動したんですが、その間なんと250回以上も搭乗し、訪れた国は26カ国、距離にすると160万キロメートル、なんと地球約40周分にもなるんです。またこの時従業員として無料でホテルにも泊まっており、飲食物なども全て会社持ちだったそうなんです。さらにフランクはパイロットの身分を利用して各国で小切手詐欺も継続して行っていました。しかしこれが後にあだとなるんです。羨ましすぎよ、ほんとパイロットになる。確かにね、いろんな国行けるしね、CA さんとね、もうねってことっすよね。ちょっと続き聞かせよ。 CA さんと何？飛行機で CA さんとめっちゃフランクの効果。パイロット詐欺の傍ら渡航先の各国で小切手詐欺も継続して行っていたフランク。しかし小切手偽造の被害が多数報告され始め、とうとう FBI が調査に乗り出します。危険を感じたフランクはパイロットを辞めジョージア州のアトランタに移住します。そこで新居を決め入居手続きをしていたのですが、職業を記入する必要がありました。そこでフランクは新たに職業を偽ることにしたんです。この頃のフランクはただお金が必要だった最初の頃とは異なり、逮捕から逃れるために詐欺を行うという詐欺が詐欺を呼ぶ状態になっていました。
した。そして今回選んだ職業は医者でした。すると早速試練が。新居の申請書を提出すると、専門は何か、どうして引っ越してきたのか、受付の担当者に様々な質問をされてしまうんです。医者を選んだのは思いつきだったため、まだ自分の設定を考えてはいません。突如ピンチに陥ったフランクですが、数々の修羅場をくぐってきた彼はとっさに、専門は小児科のメディカルドクターです。今は臨床にいるのではなく、アトランタで何かできないかとロサンゼルスからやってきたばかりなんです。と、すぐに自分の細かな設定を組み立てて答えたんです。その結果、本当の医者だと信じ込ませることに成功したんです。ちょろいな。そして同じアパートに住む本物の医師と友達になり、地元の病院の欠員補助で研修医の指導者となるんです。指導者は実際の医療行為は行わず、それ以外の仕事もほとんど研修医にやらせていたため、かなりうまくいっていたんです。しかしさらなる危機が訪れます。ある日、フランクが本当に医者として活躍することが求められたんですが、その内容は酸素欠乏で瀕死の幼児の治療だったんです。当然フランクは何もできません。さらに看護師が言った医療用語の意味がわからず、危うく正体がバレそうになったんです。幸いなんとかごまかし、幼児も他の医師や看護師のおかげで助かりました。しかしこの経験はフランクにとって非常に大きなものだったんです。その時に彼はこう思ったんです。生と死の境界に直面した時に自分は無力だ。お金を騙し取ることはあっても命の危険に陥らせることはできないと。ここは真面目なんかい。そして彼は病院を去ることにしたんです。いくら人を騙しても自分の心を騙すことはできず、詐欺を行うたび彼の両親は蝕まれていったんです。一時はお金に目がくらみ、また自分が助かるために詐欺を繰り返してきたんですが、その大元のきっかけは両親の離婚とそれによる貧困生活。実は本当の悪人ではなく、パイロット時代も人命に関わるからと自分では飛行機を操縦しなかったんです。そんな彼は結局21歳の時に逮捕されてしまいます。出所後、自らの詐欺の経歴を生かし、詐欺防止のコンサルタントの会社を設立しました。ずうずうしいな。さらに結婚し、3人の子供にも恵まれたんです。家族との温かくて平凡だが幸せな生活。天才詐欺師が本当に欲しかったものは、詐欺をやめてから手に入ったんです。チャンネル登録と高評価よろしくね。